ですね、グラビティです。で、重力って言うとですね、なかなか重力ってなんだろうとか、普段の生活の中で、今日は重力がきついわとか、そういうふうに思ったりとかっていうことはなかなかないかと思うんですけれども、すごく私たちの生活に身近な力ですね。何よりも今皆さんが座ってですね、静止していられるというのは重力のおかげですね。私たちぷかぷか浮いてはいかないわけですね。そういうちょっとこれで見た方がいいかな。はい。重力なんですけど、例えばそのドラゴンボールとかだとですね、無空術っていう技がありまして、修行すると空を飛ぶことができるんですけれども、なかなかこの現実の世界ではですね、生身の人間がそのまま空を飛ぶというのが難しいという、そういう重力の世界に私たちは生きているなというふうに思います。で、もう一つはですね、重力といえばこの物が落ちるという現象ですね。これがすごく身近にある現象かなというふうに思います。で、コップをちょっとでも傾けたらですね、中にあるものっていうのが下に落ちていくなっていうのは誰もが知っていることなんですね。で、コップを傾けた時にまさかその中身がですね、上に向かって上昇していくんじゃないかって考える人は誰もいなくてですね、例えばまだ言葉を喋れない赤ちゃんとかでさえ物が落ちるっていうことは知っている現象ですね。それぐらい身近にある現象だというふうに思います。で、ただあまりに当たり前すぎる現象なんですけれども、なんで物が落ちるんだろうっていう、不思議だなって思うところから一歩踏み出すとですね、その奥にものすごく奥深くて面白い美しい世界が広がっているんですね。で、今日はこの重力を通して見えてくる美しい世界というのをちょっとでもお伝えできたらなというふうに思っています。で、物が落ちると聞いてですね、連想するのは大体これかなと思います。そのニュートンはリンゴが木から落ちるのを見て万有引力を発見したっていうこのお話ですね。これは皆さんご存知かと思うんですけれども、これ知らないという方はいらっしゃいますか？これそうですよね。皆さんご存知ですね。で、確かにそのニュートンが万有引力を発見したというふうに言われているんですけれども、これは私は惜しい誤解であるというふうに思っています。というのは一つは、リンゴが木から落ちるっていうのを見ただけで、万有引力を発見できるならですね、ワンチャン私だって発見できるよとかちょっと思うわけですね。まあちょっと無理かもわかんないですけど、だけどそのニュートンの凄さっていうのはそんなもんじゃないっていうのを私は思っていて、今日はそのところもお伝えしていきたいなというふうに思っています。で、なんでそのリンゴが木から落ちるんだろうということはもちろんニュートンも考えたわけですね。でも別にこういうなんで木からリンゴが落ちるんだろうっていうふうに考えたのは、ニュートンが初めの人間というわけではなくて、歴史的に言えばロバート・フックという人の方がニュートンより先に万有引力を発見したっていう説もあったりですね。でもっと遡ると、昔々から人間はなぜ物が落ちるのかっていうことを考えてきたんですね。なのでそういう人間が考えてきたことの思考の歴史みたいなのをたどると、やっぱりこの古代ギリシャのところに行き着くんですね。で、この場合は紀元前4世紀まで遡ってアリストテレスになります。で、アリストテレスはですね、古代ギリシャの自然哲学者ですけれども、自然学という書物を残しています。で、日本語で言うとこれ自然学というふうに訳されてるんですけれども、英語だとフィジックスというタイトルになっていて、これが物理学という言葉の語源ですね。アリストテレスが書いた書物に由来しています。で、アリストテレスが昔何を考えたかっていうとですね、これです。この世界、地上の中には2つの運動があるというふうに考えたんですね。1つは力による運動で、もう1つは自然運動ですね。で、この力による運動っていうのは、いわゆるこの押すっていう力で、私たちが力を加えてぐーっと何かを動かすっていう、こういう運動ですね。で、もう一つの自然運動という方が、物が落ちるという運動であるというふうに、アリストテレスは分けて考えました。で、物が落ちるっていうのは、思ってて、手を離したら、物が落ちていくってやつですね。なんで、私たちが直接手を加えなくても、落ちるという運動が生じるっていう、そういうものを考えました。で、アリストテレスがこの自然運動というものの原因をどう考えたかっていうことなんですけど、まずこの自然運動というのは鉛直方向に発生するというふうに定義しています。鉛直方向というのはこの上下ですね。上から下とか下から上に向かう方向に発生するものであって、なぜそれが起きるかというと、このあらゆる物質は自身にとっての自然な場所、常にそこに戻るという水平面を持っているっていうふうに考えたんですね。で、これが何かっていうとですね、右側に図で示しているんですけれども、まずこのアリストテレスというのは四元素説というのを唱えていて、この世界の物質というのは全て4つの要素の組み合わせで成り立っているというふうに考えたんですね。で、その4つの要素っていうのがその火、空気、水、土っていうやつなんですけれども、この4つの要素がそれぞれ、自分の自然な水平面というのを持っているというふうに考えたんですね。で、それがこういう順番でこの世界は成り立っているというふうに考えました。だから、例えば石ですね。石は持っていて手から離すと下に落ちていくんですけれども、石というのは土の性質を持つ
ものであって、だからこそ、地中一番下の水平面に戻るのであるっていうふうに考えたんですね。で他には例えば水中の気泡ですね。水の中にある泡はこう上昇していくんですけれども、それは、空気という性質を持つものが、空気の水平面が水より上にあるから上に戻ろうとしていくのであるっていうふうに考えたんですね。もう一個の例は炎で、炎というのも空気中で燃えるとですね、メラメラと上に向かっていくんですけれども、これもその火という性質を持つものの水平面が空気よりも上にあるからそこに戻ろうとして上に上がっていくのであるというふうに考えたんですね。で、この考え方はですね、今からこう見てみると、決してこの世界の姿を正しく反映しているというふうには言えないんですけれども、ここで何が言いたかったかっていうと、これですね、人間は紀元前4世紀にはもう物が落ちる原因を考えていたということですね。でこれ今日の話とはあまり直接は関係ないんですけれども、なんかこう昔からですね、この人間というものがどうにかしてこの世界のありようを捉えたいと思って一生懸命考えて、かつそれをこう書物にして残してくれて後世に伝えてくれたっていう、このなんかこう人間の営みがね、とてもいいなというふうにいつも私は思っています。はい。で、ここから一気に飛ぶんですけれども、紀元前4世紀から17世紀のガリレオまで飛びます。でガリレオの話は前回もちょっとしたんですけれども、この物が落ちるということに関してですね、ガリレオは人類初の実験を行った人物であるというふうに言われています。で彼はこの落体の法則というのを表したんですね。でこれがどういうものだったかっていうと、ちょっと前回と被りますけれども、その高いところから物を落として重いものと軽いものとでどういうふうな運動をするかっていうことを実験で調べたんですね。でこれはですね、もう今では分かっていることなんですけども、ちょっと一見あれどっちが先に落ちるかなとか考えるとなかなか実は難しい問題なのかなっていう気もするんですけれども、まあなんですかね、やっぱりこう重力とかっていうことを考えるとなんか羽織ってる重いものの方が先に下に落ちるんじゃないかっていう気もするんですけれども、これは実は一緒なんですね。重いものも軽いものも全く同じように落下していくということが確かめられました。でガリレオのすごいところはその事実を確かめた上で、かつその落ちていくものの運動を数式に表したんですね。で今日数式の詳しい話は特にしないと思っているんですけれども、重要なのはそのガリレオがこの運動を数式にまで落とし込んだっていうことと、かつその数式の中でですね、1個定数が出てくるんですね。でそれが 9.8 であるっていうところまで何度も実験を繰り返して計算して出したっていうここですね。でこの 9.8 というのがとても大事な数字なので、ちょっと頭に留め置いておいていただけたらと思います。でガリレオはですね、その宇宙という書物は数学の言葉で書かれているという言葉を残しました。でこれはもう本当に私もそうだなと思っていて、私とても数学苦手なんで何も偉そうなこと言えないんですけれども、でも本当にこの自然界の現象というのは数学という言語を使って表すとすごくよく表すことができるというのがあって、この数学の力っていうのはすごいなというふうに私もできないなりに思います。でこの数学で示すということを引き継いだのがニュートンですね。これは同じく17世紀の話です。でニュートンはこの自然を数式で表すというのを最初にやってのけた人間です。でニュートンが示したのはこの自然哲学の数学的諸原理という本ですね。これはプリンキピアって一般に言われているやつです。で先ほどのこのニュートンがリンゴが木から落ちるのを見て万有引力を発見したっていうやつがこう惜しい誤解だというふうに言ったんですけれども、ニュートンは何がすごかったのかっていうとですね、そのリンゴが落ちるのを見てなんでリンゴが落ちるんだろうって考えただけじゃないんですね。ニュートンはリンゴは木から落ちるのになぜ月は落ちてこないのかっていうふうに考えたんですね。でここはすごくニュートンの発想の素晴らしいところで、このリンゴというものと月というものを同じテーブルに乗っけて考えたんですね。これがとてもすごいんですけれども、なぜそれがそんなにすごいのかっていうのはもうちょっと後に説明するようにしてですね、今このなぜ月が落ちてこないのかっていうところを追っかけていきたいと思います。これもちょっと前回と被りますけれども、一言で言うと動いてるからなんですね。リンゴっていうのはこう静止しているので、パッとこう手を離したら地球に向かってストーンと落ちるわけですけれども、月というのはこう進んで動いているんですね。なのでなかなかこう地球に直で落ちてくるということがないという状況になっています。ちょっと別の言い方をすると、月は地球に落ち続けているっていう表現もできるんですね。でそれはその月というのは動いているので、もし地球とかがなかったらですね、ピューッと、地球がなかったらとかしら、ここに地球に落ちるという行動をしなかったらですね、どっかこうピューッと行って、地球からどんどん遠ざかって、どっかに行っちゃうはずなんですね。でも地球に向かって落ち続けているので、常にこう、なんていうんですかね、地球に向かってこう進みながらも地球の方向に向かって落ち続けているっていう、そういう状況があり得るんですね。で、ちょっとまだ分かりづらい表現かもしれないんですけれども、
こで前回と同じか野球のピッチャーの例の話をしたいと思うんですけど、野球のピッチャーがすごくね、剛腕で、スパーンとボールをキャッチャーに向かって投げたらですね、キャッチャーがスパッとキャッチするんですけど、ここでボールは地面に落ちずにきちんとキャッチャーまで届くわけですね。で、もしそのキャッチャーがもっともっと遠くにいた場合に、ピッチャーがポーンとボールを投げたら、もしかしたらキャッチャーに届く前にボールが落下してしまうかもしれないということが起きますよね。だけど、じゃあそのすごく遠くにいるキャッチャーに向かって絶対にボールを落とさないように届けるっていうふうにすると、めちゃくちゃ早く投げるしかないんですね。地面に落下するよりも先にキャッチャーに届くようにすごいスピードでボールを投げるっていうことをやります。で、あまりにその投げるボールのスピードが超速かったらですね、キャッチャーも通り越してこれ地球一周して後ろから戻ってくるんですね。こういう状況に、スパーンと投げて後ろから戻ってくるっていう、そういう状況になります。これあられちゃんの世界だとよくあることなんですけど、これあられちゃんご存知ですかね。あられちゃんはですね、ガーッと走り出すとですね、大体地球一周してすぐ戻ってきちゃうんですね。ああいうことがこのボールでも起こりうるっていう、そういう状況ですね。で、ニュートンもそういうことを考えたんですね。ニュートンはこの野球のピッチャーなんてことは言ってなくて、小さな月というね、美しい表現を使っているんですけれども、もともと空にある月とは別に、もし地上すれすれを動くようなこういう小さな月という存在があったとして、これが一周して戻ってくるにはどういう運動をすることになるだろうかっていうのを考えたんですね。で、これですね、言い方を変えると、小さな月っていうのは常に向きを変えているんですね。さっきこっちの例でもちょっと言ったんですけど、進もうとしたときに、やっぱり地球から離れないために、ちょっと進路を変えると。で、またちょっと進んで、また進路を変えるっていう、地球に向かって向きを変え続けているっていう運動をしているんですね。ちょっとこの辺でこんなになってきましたが、大丈夫ですか？で、そういうふうに、常に地球に向かって向きを変える力っていうのを計算したらどうなるだろうっていうのをニュートンが計算したらですね、なんと、やはりこの 9.8 という数字が出てきたんですね。これは皆さんにさっき頭に留め置いてくださいとお願いしたガリレオが計算した 9.8 という数字と一緒だったんですね。で、これはその 9.8 という数字で表される同じ効果によって運動がなされているということは同じ原因があるに違いないっていうふうにやっぱ思うわけですね。それでニュートンはこの地上で物体を落下させる力と惑星や衛星を軌道につなぎ止める力は同じであるっていうふうにそういう結論にたどり着いたんですね。で、地球でも宇宙でも同じように作用する引力があるというふうに考えつきました。これがその万有引力の法則ですね。で、これによって、この式で書くとこんな感じなんですけれども、この万有引力というのが示されることによって、私たちのその世界の見方がどう変わったかっていうところなんですけど、この物を落とす力だというふうに思っていたものがですね、実は質量を持つあらゆるものが引き合う力であるというふうに、ちょっと一個上位の見方ができるようになったんですね。で、あらゆるものが引き合うので、それで万有引力というふうに呼ぶんですけれども、今では一般的に重力と呼ぶ方が多いかなというふうに思います。で、あらゆるものが引き合う力なので、例えばこっちがリンゴでこっちが地球だったとしたらですね、リンゴが地球に向かって落ちるというのは、リンゴというのは地球に引っ張られてるんですね。この F という力なんですけど。ただこの時同じように地球もリンゴから引っ張られてるんですね。そういうふうに引き合う力であるというふうに、見抜いたのがニュートンの凄さですね。で、これ月でも同じことで、月も地球に向かって引っ張られているんですけれども、その時、地球も同じように月に向かって引っ張られているんですね。で、地球が月に引っ張られているっていうのは、潮の満ち引きですね。干潮とか満潮っていう、あれを考えると、割と理解しやすいかなと思うんですけれども、地球も月に引っ張られている。で、それは、リンゴも月も同じであるっていうことですね。これがニュートンのすごいところだなと思います。で、そのニュートンの凄さですね。そのリンゴと月を同列に考えることによって、地上と天井の統一をしたんですね。これいきなり地上と天井の統一って言われてもハテナだと思うんですけれども、これはですね、当時の時代背景を知るとよくわかるところで、アリストテレス以来2000年もの間、天と地は別々の法則に従っているっていうふうに考えられてきたんですね。なので地上っていうのはその落下のようなそういう直線的な運動を行う場所であるというふうに捉えられて、だからこの落体の法則を記したガリレオの話も、これはあくまでも地上の上での話っていうふうな捉え方だったんですね。で一方で、この天上というのは、完全な球である天体が永久的に円運動を行うと、そういう完璧な世界であるという捉え方が一般的だったんですね。なんでなんですかね、この天上の空の世界というのは、すごく完全な、完璧な世界っていうんですかね。で天体というのも、もうつるっと真珠のように美しい
完璧な球ですごいツルツルしてて綺麗なものがこう円運動を行うっていうなんかそういうイメージが強くて、でその天体の軌道というのをプトレマイオスとかコペルニクスですね、一生懸命数学として計算してくれたんですけれども、それもあくまでこの地上とは別の天上の世界という形で計算してくれていたんですね。でもそうじゃなくて、そのニュートンっていうのはその天上の法則と地上の法則を統一したんですね。つまりその天上でも地上でも法則は同じだっていうことで、この世界の基本的法則を記述する体系は一つしかないというところをカンパしたんですね。でこれはすごくなんていうんですかね、物理学の大きな土台になっていて、例えばその月とリンゴっていうのは見た目も全然違うし、一見全然違う運動をしているように見えるんですけども、実はその背後にある法則っていうのは同じなんですね。つまりこの現実の世界というのはすごく多様で複雑なように見えるんですけれども、その背後にはシンプルで普遍的な法則があるっていうことをここでニュートンが示してくれたんですね。ここがニュートンがやっぱりこの物理学の父と言われる、なんていうんですかね、すごい燦然と輝く物理学界のキングだなというふうに思います。で、ちょっとニュートンのこのかっこいい言葉をご紹介しておきます。これですね、すごいですよ。プラトンは私の友である。アリストテレスは私の友である。だけど私の一番の友達は真理であるって言ったですね。これは今日プラトンの話はしていないんですけれども、プラトンっていうのはですね、アリストテレスの師匠にあたる人ですね。で、ニュートンっていうのは明らかにその古代の書物をめちゃくちゃ読み込んでるんですね。で、そういう古代の先人たちの知恵というものをもちろん踏襲して、その考え方を学んだ上で、その上でこの真理というものに対峙して、新しい扉をこじ開けたっていう、そんな感じですね。なんで、先人のこの知恵に敬意を示しつつ、自分はこの真理というものと誠意を持って対応して、先人とは違うところを言い当てたっていう、なんかこのニュートンの崇高な感じがよく出ている言葉だなというふうに思います。そうただこれ冷静に考えたら、ね、なかなかこのグレイテストフレンドイズトゥルースってなかなか言えないと思うんですよね。結構変態の域だと思うんですけども、これをさらっとなんか言えるっていうかノートの端書きだったそうなんですけど、これを言えちゃうのがニュートンの凄さだなというふうに思います。はい、でですね、もう一つ、ニュートンの力学っていうのは海洋星の存在を予言したという実績を持っています。でちょっとこれ今私たちがいる太陽系の写真なんですけども、これここが太陽ですね。太陽から順に水金地火木ってやつですね。水星、金星、地球って並んでいくんですけど、これすごく縮尺がおかしい図でですね、実際こんな近くないですね、一個一個の惑星は。めちゃくちゃ遠いんですけど、そうすると1枚には収まらないので、今ギュッとなってるんで、ちょっと距離の感じはおかしいんですけれども、これが私たちの太陽系の図だとしてですね、ニュートン力学というのを用いるとですね、コペルニクスとかケプラーとかがやった天体の軌道っていうのがちょっとやっぱ不十分だったんだけれども、ニュートン力学を使うとこの天体の軌道というのがものすごく正確に計算できるっていうことが分かったんですね。でそれはこの太陽から言ってこの金星から地球、火星、木星、土星までですね、この惑星の軌道は完璧にニュートン力学で記述することができるということが分かりました。ただですね、この天王星の軌道が計算とずれてしまうという問題があって、なかなかニュートンの力学をもってしてもこの天王星の軌道が観測データと合わなかったんですね。でもしこの天王星の外側にもう一個天体があるとしたら、でそこからの万有引力を天王星が受けているとしたら、この天王星の軌道もニュートン力学でバッチリ記述できるよっていうことが分かったんですね。なので、そこから天文学者はですね、この予言通りの場所に天体があるのではないかということで一生懸命探しまして、これがついに発見されたんですね。それが1846年のことです。なので、これによってですね、ニュートン力学というのは大きな勝利を収めて、どんどんなんか正しさが証明されていったという、そういう感じになっています。ただ、もう一個問題があって、水星の軌道も実はニュートン力学の計算には合わなかったんですね。で、合わないから、でこっちの天王星の方の成功事例があるので、やはり水星の内側にももう一つ別の惑星があって、そこの重力が働いているんじゃないかということで、この水星の内側に今度は天体探しというのが始まったんですね。ただこちらはですね、探しても見つからないということで、現在もまだ見つかっていなくて、というかもうここにはないということが分かっています。じゃあこれはなんでなんだろうっていう、このニュートン力学で記述できないこの水星は一体どういうことなんだろうっていうのは、後々に最後にご説明したいと思います。でですね、でもう一個そのニュートンからの大きな宿題はね、重力の正体ですね。で前も言ったんですけれども、接触せずに働く離れた物体に作用する力とは何かっていう問題ですね。で今の現代の私たちにとっては触れなくても力が働くっていうのは結構そんなにおかしくないというか、こんだけ携帯電話とかが発達してるんで、何か遠隔で物が作用するっていうのはそんなにおかしくないんですけれども、このニュートンの時代にはですね、やっぱり触れてもないのに物が動くっていうのは
ちょっと魔術師のような、ちょっとオカルトティックな感じがしてですね、なんかおかしいじゃないかっていう批判がすごく大きかったんですね。で、ニュートンもそれは重々承知していて、重力の正体がわからんとどういうふうに作用するかっていうのはすごくよく説明できたんだけれども、なぜ重力が働くのかっていう問題が、やっぱりニュートンにもわからなかったんですね。で、ニュートンはですね、もう How は明らかにしたから、Y についてはよろしくっていうことで、この Y については後世の人間に託したんですね。はい。で、これがですね、その宿題を引き継いだのがアインシュタインです。でアインシュタインは重力の正体を明らかにした人ですね。これ20世紀の話なんで、ニュートンの17世紀からするともう200年以上の時を経て、ようやく解明されたっていう感じですね。でこれが、アインシュタインが示したのが、一般相対性理論というやつです。でですね、ここでちょっと一回休憩かなと思って、なんとなく、ここが今ちょうど半分ぐらいなんですけれども、だいぶ駆け足で来てしまったので、なんかもしちょっとここ全然意味わかんなかったんだけどとか、そういう気になるところがあったら言っていただけたらと思うのですが、大丈夫そうでしょうか。ちょっと草野さんが消えていますけれども、大丈夫ですか。はい。じゃあちょっとこのまま、ちょっとしかも早口なので大丈夫ですか。これも聞き取れていますでしょうか。じゃあちょっとこのまま継続して、アインシュタインの話から再開していきたいと思います。ありがとうございます。で、アインシュタインって言ったらですね、なんかもうイメージこんな感じかなと思います。どっちかっていうと、紛れもない天才ですね。ニュートンも天才でしたけれども、アインシュタインこそなんか天才のイメージがとても強いという。で、なぜかこの舌を出した写真というのがとても有名で、アインシュタインといえば舌を出しているという、こうちょっと、なんですかね、こう理解しがたい天才らしさみたいなものを感じますけれども、で、アインシュタインといえば何よりもこの相対性理論というのを打ち出した人で、で、この E イコール MC 事乗ってやつですよね。これはなんか小学生でも知ってるような感じだと思うんですけど、多分物理学の中で一番有名な方程式なんじゃないかなというふうに思います。で、この質量とエネルギーの美しい関係を、美しいというか、関係を美しく示したシンプルな方程式なんですけれども、やっぱりここにはですね、原子爆弾のイメージがどうしてもつきまとって、なんかこう、こんなにもシンプルに表される自然界の美しさとですね、そこにたどり着いた人間の英知と、でもそこにまとわりつくこの、なんていうんですかね、人間の愚かさというか、そういう何とも言えないものが相まってですね、なんかこの E イコール MC 事乗というのが、またなんかこう、アインシュタインのなんか偉大さを引き立てているのかなというふうにも感じます。で、想像力は知識より偉大だという言葉を残したんですね、アインシュタインは。で、この言葉の通りですね、アインシュタインというのは本当に想像力を働かせるということにかけては、本当になんかもう右に出る者はいないというか、ものすごくこう想像力を働かせるのが得意な人で、で、頭の中で行う思考実験というのがあるんですけど、それをすごく得意としていた理論物理学者ですね。で、アインシュタインもね、アインシュタインも数学は苦手だっていう説があるんですけれども、ただ、物理学的な直感にとても優れていた人だったという評価をされています。で、この相対性理論なんですけれども、この相対性理論はなんかこうイメージが何かあったりするでしょうか。結構難しいところなんですけれども、一言で言うと相対性理論っていうのは時間と空間と重力に関する理論ということができるかなと思います。で、これ非常に難しくて、もちろん私も全てを理解できているってことは全くないんですけれども、相対性理論がなぜ難しいかというと、一つは私たちの日常感覚からものすごくかけ離れた世界を記述しているっていうことですね。日常感覚からするこの世界の感じと全然違う世界の姿をこう明らかにしてくれたので、なかなかこう直感的に入ってこないっていう、ニュートン力学の世界は全然直感に合ってるんで理解できるんですけど、相対性理論が描き出す姿はちょっと日常感覚からかけ離れているっていうのが一つですね。あともう一つは、数学的にめちゃくちゃ難しいっていう、超高度な数学を用いることになっていて、とてもじゃないけど、すごく専門性を備えた数学家じゃないと太刀打ちできないような、そんな難しさがあるのかなというふうに思います。でただですね、今日この相対性理論の詳細をうんぬんということはお伝えしようとは思っていなくて、相対性理論の中で重要なのはこれですね。重力の正体です。結局その重力はなぜ働くのかっていうところですね。ここだけ抑えられたらですね、そこから見えてくる新たな世界の姿というか、このアインシュタインが描き出したこの世界の驚くべき姿というのがすごく楽しめるんじゃないかなと思うので、ここを目指してですね、やっていきたいと思います。で、なのでちょっと相対性理論の説明はですね、さらっといこうと思うんですけれども、相対性理論は2つあります。1つは1905年の特殊相対性理論ってやつですね。で、これはですね、高速度一定の原理というところから出発して、それでたどり着いた結論が何かっていうと、
時間と空間は相対的なものであるっていう結論にたどり着いたんですね。なので、相対性理論という名前がついているんですけれども、しかも、時間と空間っていうのは独立して存在しているものではなくて、時間と空間はお互いに影響し合うものであるってことで、時間と空間の統一をした理論でもあるんですね。それによって、この時空という概念が生まれました。で、時空っていうのは、なんだろう、ドラえもんの4次元ポッケとかで、なんとなく、なんかありそうみたいな、なんだろう、タイムマシンで行くときのなんか道みたいなイメージがあるんですけれども、私たちが住んでいるこの空間3次元ですね。縦と横と高さの3次元の空間に、あとは時間の流れというのが存在するので、その一つを足して4次元時空という言い方をします。で、私たちはこの4次元時空の中に今住んでいるっていう、そういう感じですね。で、もう一個の方がですね、一般相対性理論というやつで、これがその10年後ですね、1915年に発表されました。で、こちらが重力を扱っている方の理論なので、今日のお話はこっちの話になります。で、一般相対性理論の方は、等価原理っていうところから出発してですね、で、これがどういう結論にたどり着いたかっていうと、重力の正体は時空の歪みであるっていう結論にたどり着いたんですね。これがもう今日のほぼ全て今日のほぼ全てというか今後の全てなんですけれども、でこれは言い方を変えると時空と物質を統一した理論であるということができるんですけれども、この重力の正体は時空の歪みっていう、もうここだけですね、ここさえイメージできたらですね、なんとなくそのアインシュタインが描いた世界というのがすごく楽しめるなと思うので、今日この時空の歪みであるというところをご説明していきますね。で、これです。重力の正体は時空の歪みであるということで、もうこの絵が全てなんですけれども、これ今ですね、ここに方眼紙みたいなものがあるんです。これはちょっとお座布団的なものだと思ってください。で、このお座布団にですね、地球のような惑星をポンと置くと、こうたわむんですよね。このたわみが時空の歪みっていう、そんなイメージです。これ OK ですかね。本当はその私たちが住んでいるのは4次元時空なんですけど、この4次元の時空の歪みっていうのはなかなかこう想像できないんですね。もう頭も3次元でできちゃってるんで。なのでちょっと次元を落としてですね、もしその空間が2次元だったらっていうイメージで書かれたのがこれなんですけれども、もし空間がこういう方眼紙みたいなこのシート上であったとしたら、歪むっていうのは、こういう地球とかをポンって置いたときに、ワンってこうたわむ、ここですね。ここが時空の歪みであるという感じです。なんで、例えばこの辺からですね、宇宙船でピューッと進んでいくとですね、まっすぐ進んでいるつもりでも、空間が曲がっているので、こっちにヒューって引きつけられるんですね。それは、見方を変えると、地球の重力によって引きつけられたっていうふうにもちろん言えるんですけれども、でも実はそれは空間自体が曲がっていて、まっすぐ進んでいるのに、こう曲がって地球の方に行っちゃうんだよっていう、そういうことだったんだねっていうのが、アインシュタインがたどり着いた重力の正体です。これ、どうでしょうかなんか分かったっていう感じでしょうか。ありがとうございます。若干むずい。でしかもですね、この時空を歪ませるのは物質であるってことですね。例えば今このお座布団のようなものがですね、時空だったとして、この地球をポッとどけたらですね、これ平面に戻るわけですね。そうすると特に空間も歪んでいなくて、重力のない状態になるんですけども、またそこにこう地球みたいなものをポッと置くとたわむと。つまりこう時空を歪ませるのは物質、質量を持った物体であるというのがもう一つ重要なところですね。大丈夫でしょうか。ちょっとここでアインシュタインとニュートンの違いを言っていきたいと思います。でニュートンの世界はですね、非常にわかりやすいんですね。もう私たちの日常感覚そのものだと思います。ニュートンの世界ではこの時間と空間というのは一定のもので、かつこれは物質の運動の背景のようなものであるってことですね。なんでイメージ図こんな感じなんですけれども、例えばこの物質というのがあったとして、それを取り囲んでいる空間っていうのは、ある意味で空虚というか、何もないところですね。だから、物質がどう運動しようが、空間っていうのはただこうその後ろに存在しているものなので、何の影響も受けないという感じですね。でかつ時間というのは一定にこう流れていて、こうなんていうんですかね、メトロノームみたいにこうちゃんと一定のリズムを刻んでいると。だから物質が運動したときに、そのメトロノームの刻みを見て、何秒で物質が動いたとか、そういうことが語れる世界ですね。普通に生活してたらもうこうだろうなって思います。時間っていうのは一定の間隔でこう流れていって、空間っていうのは別に何の影響も自分たちに及ぼしていないという、そんなイメージの世界ですね。でそれがアインシュタインの世界になるとどうなるかっていうと、ちょっと見づらいかもしれないんですけど、この空間というものがもうすでになんかこう、ワーンってこう、巨大な軟体動物のような感じになっているんですね。でこの巨大な軟体動物というのはアインシュタイン自身が用いた表現なんですけれども、で時間と空間というのは相対的なもので、
この物質と関連し合って動くっていうことですね。で、時間の流れ方も一定じゃないんですね。アインシュタインの世界だと。地球ぐらいだとですね、日本にいる私と、例えば今裏側のブラジルにいる人も、今って言ったら、大体今で通じるわけですね。だから多分電話とかできると思うんですけど、これがですね、実はこの時間の進み方が全然違う世界みたいなのがあるんですね、アインシュタインの世界だと。よく例に出されるのは浦島太郎の話なんですけれども、浦島太郎は竜宮城に行って3日ぐらい経ったと思ったら、戻ってきたら3年経ってたっていうやつなんですけど、ああいうことが本当に起こりうるっていうのを言ったのが、こちらの相対性理論の世界なんですね。で、もうちょっと、この違いをいくとですね、もう一つ大事なのは、光は重力を感じるかっていう問題があるんですね。これですか、ちょっと皆さんの顔が曇ってないかを今チェックしてるんですけども光というのがニュートンの世界だとですね、物質があったとしても、ニュートンの世界では万有引力というのはこういう式で表されて、質量に比例するんですね。光というのは質量がゼロであるというふうに現代物理学では思われているので、質量がゼロならですね、重力もゼロなんですね。なので、もし物質があったとしても、光はまっすぐ進むというのがニュートンの世界です。一方、アインシュタインの方はですね、光はまっすぐ進んでいるつもりでも、もうこの空間が曲がってしまっているので、ぐわんって光も曲がってしまうんですね。なので、例えば普通に直進してきて、ここで遮られて、こっちに届かなそうな光もですね、実は空間が歪んでいるので、ぐわんと曲げられて、こっちに回り込んで届くっていう、こういうことが起こりうるっていうのが、アインシュタインの世界です。で、実際にこの光が曲がるということはですね、もう本当に起こるということが今では分かっています。でそれを重力レンズ効果というふうに呼ばれています。でこれはですね、例えばここに地球があって、遠くの方に銀河があって、この銀河の光が地球に向かってやってくるんですけれども、その時に光っていうのは広がって進むので、わーっと広がっていって、地球に届く光はすごくなんていうんですか、広げられた弱い光が届くかと思いきやですね、この地球とその銀河の間に重い天体があったりすると、ここのところで時空が歪むので、ぐわんと光が集められてですね、地球に届くっていうことが実際起こりうるんですね。またはこう進んできて、ここで遮られて地球まで来れなそうな光もですね、ぐわんと湾曲されて地球に届くとか、そういうことが実際起こりうるというのが分かってきています。で、この効果はですね、今では天文学の方でも大事に使われていて、見ることができないもの、ダークマターとかがそうなんですけど、そういうのを発見するのに使われているような現象になっています。でですね、さっきのちょっと彗星の話にここで戻りたいと思うんですけれども、これですね、この彗星の軌道というのがニュートン力学では計算することができなくて、でここにもう一個惑星があるんじゃないかと思って探したんだけれどもないと。じゃあ一体この彗星の軌道は何だったんだろうかっていう話ですね。でこれはですね、実は彗星の軌道は一般相対性理論の方程式にピタリと当てはまるということが分かったんですね。でこれは何だったのかっていうと、彗星というのは太陽に一番近いので、ここ重力がめちゃくちゃ強いんですね。でここまで重力が強いと、要はここの時空がものすごく歪んでいるので、その時空の歪みっていうものを考慮しないと、正しい彗星の軌道は描けないってことだったんですね。なので、ここは言ってみれば極端な状況に置かれている場所だったんですね。一方で、この海王星とか天王星の方はですね、太陽からすごく遠いので、ほぼ太陽からの重力が弱くなっている領域なので、特にその時空の歪みっていうのを無視して考えても大丈夫っていう、そういう領域だったんですね。なので、ニュートン力学で計算できたという、そういうことだったとなっております。そうすると、ニュートン力学は間違ってたんだろうかっていう疑問が若干生じるかもしれないんですけど、ここは全力でノーというふうにお伝えしておきたいです。ニュートン力学は非常に正しい力学ですね。でこれは一体何なのかっていうのをちょっとご紹介しておきたいんですけれども、これは自然界というのは階層構造になっているというふうに考えたら分かりやすいかなと思います。で私たちの日常世界っていうのは、ニュートン力学、古典力学って呼ばれたりするんですけれども、ニュートン力学でめちゃくちゃ正しく記述できる世界なんですね。一方で、この相対性理論というのは、もっと宇宙スケールの話ですね。で、宇宙スケールって何かっていうと、すごく重力が強いとか、さっきの彗星みたいに太陽のすぐそばとか、そういうめちゃくちゃ重力が強い領域だとか、あと速度がめちゃくちゃ速い時ですね。この世界で一番速いものって何かご存知ですか？大体の人が分かっているかな。光ですね。光が一番速いんですね。で、光っていうのはその秒速30万キロで進むんですけれども、その光に対して、例えば光の速さの10%ぐらい、秒速3万キロで進むとか、それぐらい速いやつだと、もうこの相対性理論を使って計算しないと正しくは記述できないんですけれども、私たちのこの地球上ではですね、そんなに重力が強い場所もないし、そんなに速く進むものもないんですね。新幹線とかだって速いようでめちゃくちゃ遅いので、
だからこそ、ニュートン力学で正しく計算できる領域なんですね。で、これどっちも正しいんです。だから、なんで相対性理論を使って、この私たちの日常世界を記述することもできるんですけれども、それはすごく使い勝手が悪くて、例えば10センチという長さを測りたいのに、10センチを測るために10キロメートルぐらいの物差しを持ってくるみたいな、そういうイメージなんですね。この相対性理論で、この私たちの日常を記述するというのは、もうなんか30センチ定規で十分だろうみたいな、そういう感じなので、やっぱり私たちの日常というのはですね、ニュートンととても仲がいいというか、といっても日常といっても、ロケットを月に飛ばすとか、あれぐらいのところまではニュートン力学がカバーしてるんですけども、そういう状況になっています。ちょっと余談なんですけども、こっちのミクロ側の方にも階層になっておりまして、このすごくちっちゃい方の領域ですね。もう目に見えないぐらい、髪の毛とかよりももっともっとちっちゃい世界は、やっぱりこのニュートン力学というのは通用しなくなっていて、ここでは量子力学というミクロな世界を記述するための物理学があります。こういう状況なので、ニュートンもアインシュタインも素晴らしいということですね。はい。そうすると、もう相対性理論は、その日常に関係ないんだから、もう別にどうでもいいじゃないかっていう気分になるんですけれども、実は私たちも相対性理論の恩恵をとても受けているということで、GPS のお話をご紹介しておきます。ちょっと時間があるので、ちゃんと説明しようかなと思います。GPS というのはですね、今ではこのスマホだとかカーナビで位置を知るやつですね。とてもお世話になっているんですけれども、これはですね、相対性理論の上に成り立っているんですね。で GPS、例えばここ、地球のオーストラリアですけれども、ここでですね、位置を測ろうと思ったら、地球の周りにはこの GPS 衛星というのが飛んでいて、常に地球に向かって信号を送ってるんですね。で、こっちが信号を送ってから、この地上にいるものがその信号をキャッチするまでに何秒かかったかっていうことで、この GPS 衛星とこの地上との距離を測るんですね。でこれが何個もあるので、その全部の位置関係をもってして、ここの地上の位置が特定できるっていう話なんですけども、この時に、この信号をこっちが送って何秒後に地上に届いたかっていう情報が大事なので、この地上の時計と GPS の積んでる時計が正確に合ってないとダメなんですね、これ。時計がずれてると何秒かかってここに届いたかっていうのが分かんなくなっちゃうんで、全然機能しないと。というわけで、この GPS 衛星の時計と地球の時計が合ってることが大事なんですけども、これがですね、相対論効果によってずれていくんですね。さっき浦島太郎の話もあったんですけども、例えば、今日は重力の話なんで、この重力の方を説明するんですけども、重力の弱いところっていうのは、実は時間が早く進んでしまうんですね。なんで、例えば宇宙飛行士の人とかは結構無重力状態のところに行くわけですけども、あそこにずっといたら、多分地上にいる私たちより早く年を取ってしまいますね。宇宙ステーションぐらいだと、そんなに差はないんですけれども、ただ、重力の弱いところでは時間が早く進んでしまうので、それを考慮しなければいけないと。で、GPS 衛星というのは高度2万キロのところを飛んでるんで、ほぼ無重力なんですね。地球からの重力はほとんど感じられないぐらいの領域のところ。そうすると、そこでは時間が早く進んでしまうんですけど、それが1日につき46マイクロ秒ぐらい早く進んでしまうと。マイクロっていうのは100万分の1ですね。なので、100万分の46秒、地球よりも時計が進んでしまうと。なので、そういうところを補正しないと、しっかりした時計合わせができないというのがですね。で、この誤差がですね、こっちの効果も入れると39マイクロ秒なんですけど、39マイクロ秒って言ったら、ほとんど知覚できないぐらいの誤差なんですけど、瞬きするよりも全然短い時間だと思うんですけど、ただこれを距離に換算するとですね、12キロぐらいの誤差に相当してしまうということがあって、12キロずれたらもうカーナビもヘッドブレもないので、一切この GPS というのは成り立たないわけですね。なんで、私たちはこの相対性理論におかげで、今この GPS というテクノロジーを使えているというのがあります。多分これ相対性理論をアインシュタインが作ってくれていなかったら、なんで時計がずれるかっていうことが全然わかんなかったと思うんですね。なんで本当にアインシュタインというのは素晴らしいという、そういう感じになっております。でですね、ちょっと一般相対性理論の話を続けていくんですけれども、本当これですね。もうとにかくこのイメージさえ掴んでしまったらですね、後の話がだいぶわかりやすいかなと思います。この重力の正体は時空の歪みであるということと、時空を歪ませるのは物質であるという、このイメージですね。これをなんとなく、ってイメージしていただいて、なんか物体があると、周りがぐにゃんってなるのねって、それが重力なのねっていうことを頭に入れていただいたらですね、これが重力場の方程式です。これ、アインシュタイン方程式って呼ばれるやつですね。
いや、これすごいですよね。たった一行の式なんですけども、何を表しているのか全然わからないっていうね。もちろん私もわからないんですけれども、ここはですね、歪んだ平面の幾何学という非常に難しい数学になっているんですけれども、もちろんこの式の一個一個を理解するというよりはですね、この式が何を意味しているのかっていうのが理解できたら、すごくそれだけで面白いかなと思います。で、ただ一個言っておきたいのは、あれですね、ここに G という定数があるんですけども、これはニュートンの万有引力の法則にも出てくる重力定数と言われる定数で、ニュートン定数って呼ばれることもあるんですけども、ニュートンが初めて自然界の数字を見つけたというか、やつですね。でそれがきちんとアインシュタインにも引き継がれているというところで、やっぱりニュートンが作ってくれた大きな土台の上にですね、こういう新たな物理学の進展があるというところがなんか感じられるなというふうに思います。でこれがその何を表しているのかということなんですけれども、これですね、もう本当これをそのまま式に表したって感じなんですけども、この左辺の方がですね、時空の歪み具合を表しています。なんでこの方眼紙のようなお座布団がですね、どれぐらいたわむのかっていう、そういう度合いですね、を示しているのが左辺です。で、この右辺の方は物質のエネルギーと運動量を示しているんですけれども、要は地球のような、どういうものがそこに存在しているかってことですね。どれぐらいの重さで、どれぐらいの速度で動いているのかとか、そういう情報がこの右辺に入ってきます。で、この一般相対性理論はですね、最も美しい理論であるというふうに言われるのがほとんどです。それはなぜならばですね、このたった一行で示されるこの式に極めて多くのものが含まれているんですね。これがそのシンプルで美しいということの、まさにそれを体現しているものだと思うんですけれども、たった一行で示されるこの重力場の方程式というものに、すごく多くの世界の姿がそこから導き出されるというのがあるんですね。で例えばですね、ちょっと宇宙空間を想像していただきたいんですけれども、宇宙空間というのはですね、星が無数に存在しているわけですね。その無数に存在する星というのが、こちらの右辺に入ってくるわけですね。どういう物質が存在しているか、その物質が星であるということなんですけど、それによって、その周りの時空がどれぐらい歪んでいるかっていう、その無数の星の周りにある時空っていうのはもう宇宙そのものなんですよね。なんで、これによってですね、宇宙の姿そのものがこの重力場の方程式の中に含まれているというふうに考えることができるんですね。で、この後からですね、このたった一行で示されるアインシュタイン方程式にどれぐらいのものが含まれているかっていうのを3つ紹介して終わっていきたいと思うんですけれども、1つ目はですね、この今言った宇宙の姿そのものですね。で、このアインシュタインの重力場の方程式を解くことによって、宇宙は膨張しているということが分かってきました。この宇宙が膨張しているっていうのは、大丈夫っていうか、なんとなくイメージできますかね。今こうして、お話ししている間にもですね、宇宙というのはどんどん大きくなっていってるんですね。ということが分かったのも、アインシュタインの重力場の方程式を解くとそういう姿が出てくるってことですね。で、これがちょっとビジーな図なんですけれども、宇宙の進化のイメージ図というふうにして、これが示されています。でこの図はですね、横軸が時間で、縦軸が空間的な広がりを表しているんですけれども、ここが宇宙誕生の時ですね、一番初め。で宇宙はすごく小さな点から始まったというふうに考えられているんですけれども、ここから膨張してですね、今なお現在も膨張し続けているという、そういう図になっているんですけれども、この真ん中のところに示されているフリードマンモデルで表せる原則膨張器って書いてあるんですけど、このフリードマンという人がですね、重力場の方程式を解いて、宇宙が膨張しているということを、そういう計算結果を出したんですね。で、そういう結果をそのフリードマンが言ったときにはですね、アインシュタインもそんなわけあるかっていうことで、宇宙というのは永遠不変のものであるという考え方が常識だったので、こんな膨張してるなんてあるわけないというふうに言ったわけなんですけども、これはですね、1929年にハッブルというアメリカの天文学者が星の様子を観察して、宇宙が膨張しているということを明らかにしました。なので、これは合っていたんですね。でこういうふうに数学の方程式を解くことによって出てきたことが、本当にこの実際の世界と合ってるっていう、そういうことがよくよく起こるんですね、この物理の間では。これ、今子供の声聞こえてますか？大丈夫ですか？うるさいね。ごめんなさい。ちょっと静かにしてください。で、あれですね、とにかく宇宙は膨張していたんですね。これは結構驚きの事実だったと思います。私なんかはもう何ですか、こういうのを習った時から宇宙は膨張してるっていうことを言われて育ったっていう感じなんで、そんなに驚きもないんですけれども、やはりこれを一番初めに知った人間というのはとても驚いたんじゃないかなというふうに思います。で、二つ目がブラックホールですね。ブラックホールはご存知かなと思うんですけども、光さえ出てこれない、とても重い天体って言われたり、無限に歪んだ時空とかって言われるんですけども、
ブラックホールというのもアインシュタインの方程式を解くと出てくるんですね。で例えば、これまたオザブトンの例なんですけども、地球みたいなものをね、ポッと置いても、ちょっとここがたわむぐらいだと。だから宇宙船でここをピューッといってもですね、ちょっとこっちに引きつけられるけれども、ぐわんと曲がりながらもまた離れていくことができるという、そういう状況なんですけども、例えば、この地球の重さを保ったまんまですね、この地球の大きさをギューッと縮めて圧縮して、半径9ミリぐらいまで縮めたら、これをですね、時空の中にポンと置くと、時空が無限に歪むということが起こるんですね。春、静かにして。で、ちょっとそうしたら分かるかと思うんですけども、お座布団みたいなところに大きいものをね、重くて大きいものを置いても、ちょっとたわむかなぐらいなんですけど、その重みのまま、それがめちゃくちゃ小さかったらですね、これズドンってお座布団を突き破るみたいな、そんなイメージですね。なんで、重いものがちっちゃいところに集まると、無限に時空が歪むって、これが光さえ行ったらですね、もうここに入っちゃったら光さえ出てこれないっていう、そういう無限に歪む時空っていう話なんですけど、これもですね、シュワルツシルトという人が、このアインシュタインの重力場の方程式を計算してですね、こういうことが起こり得るよっていうことを計算結果として出したんですね。で、これも、それを言われたアインシュタインはですね、いやいや、そんなわけあるかと、最初は言っていたんですけれども、これもですね、1971年に、白鳥座 X1 という星がブラックホールであることが判明して、で、ブラックホールが本当にあるっていうことが分かったんですけれども、今ではもう、この宇宙には無数のブラックホールがあるということが分かっていて、この私たちが住んでいるこの天の川銀河の中心にも巨大なブラックホールがあるということが分かってきています。で、実際にあるブラックホールはですね、この半径9ミリとか、そんなブラックホールではなくて、もっと大きいやつですね、30キロとか、場合によっては何光年とか、そういう大きいブラックホールがあるんですけれども、これもそのアインシュタインの重力場の方程式が予言したものの一つですね。で、これが最後です。重力波ですね。これはアインシュタイン自身が計算して予言したものです。で、重力波っていうのは、この大きな質量の物体が振動すると、周囲の時空の歪みが高速で伝わるっていう波のことですね。で、さっきのこのちょっと図でイメージを言うと、空間というのがもうその巨大な軟体動物のように物質の周りに取り囲んでますから、物質がぐわんと揺れるとですね、周りの空間がぐわんとその振動を受けてガーッと揺れて、それが高速で伝わるっていう、そういう波のようになっています。でこれはですね、すごく微弱な波なので、なかなか検出するのは難しいだろうというふうに言われていたんですけれども、これもまた2016年、もうつい最近ですね、これ。2つのブラックホールの合体によって生じた重力波っていうのを、アメリカのライゴーという検出機が検出して、これも実際にあったということが分かりました。これ、翌年にノーベル賞を取ってるんですけれども、これによってですね、アインシュタインからの最後の宿題が解かれたというふうなことも言われて、すごく大盛り上がりだったことかなと思います。で、今、50分なんですけれども、ここですね、ちょっとだいぶ駆け足できたんですけれども、今日の話、大体ここまでとなっております。なんで、ちょっと最後に振り返りのまとめをしておきますね。今日は重力とはということで、2人の天才の話をしてきました。1人目はニュートンですね。ニュートンは重力とは、あらゆる物体があらゆる物体を引きつける力であるというふうに言って、この万有引力の法則というものを示しました。でこれによってニュートンはその天上の法則と地上の法則を統一するということをやってのけました。で2人目がアインシュタインですね。アインシュタインは重力とは物体があることによって生じる時空の歪みであるというふうに言って、この重力場の方程式というのを示しました。でこれによって、時間と空間と物質を統一して新たなこの世界観を示してくれたんですね。で、今日の話、大体ここまでなんですけども、やっぱこういう物理学のこういう世界というのはですね、知らなくても全然生きていけるし、テクノロジーの恩恵はあるとしても、個人としてこういうものを知って、何か実利があるかって言ったらそうそうないかもしれないんですけども、やっぱりいつも思うのは、なんかこういうありようを知るとですね、こういうふうに世界はなっていたのかっていう自然界のありようを知った時のこの感動がですね、半端ないんですね。そんななんかブラックホールとかあるんだみたいな、重力波とか本当にあるんだっていうこの感動ですね。そういうものに触れるとですね、やっぱりなんか感謝の念とかもおのずと湧いてくるんですけども、いい意味でこの人間の小ささを感じるというか、おのずと謙虚になれるという、そういう効用があるかなというふうに思っています。なので今日ちょっと駆け足できたんですけれども、そういう感動が伝わってたらいいなと思っております。で、最後にですね、この天才アインシュタインの言葉を紹介して終わっていきたいと思います。はい、これです。好奇心はそれ自体に存在理由があります。永遠や人生や実在の不思議な構造といった神秘についてよく考えてみるなら、畏敬の念を持たずにはいられないでしょう。毎日この神秘を少し理解しようとするだけで十分です。ということで、今日の話は以上になります。どうもありがとうございました。これ、共有停止したらいいのかな？はい。
ありがとうございました。だいぶ早くしてきましたが。